皆さんこんにちは、ルリコです。私は今お決まりの守谷サービスエリアにおります。最近多いですね。はい、今日はこちらのストライカーさんのホンダの CB1000F カスタム車両に乗らせていただきたいと思います。さあ、というわけでですね、今回はですね、ストライカーさんからゴリゴリのカスタム車両ですね。ちょっともうパッと見って思う方も多いかと思うんですけど、こちらに乗って今日はねツーリングをさせていただきます。というわけでもう早速ね、走りながらちょっとね走りたい私は細かい話はね後ほどご紹介しようとは思うんですけども、まずはねもうとにかく楽しく乗りながらツーリングをしたいと思います。ではエンジンスタート。いい音なんですよこれが今日はね梅雨の間の晴れ間ということで、ここだと思って今日走ってます。さあ皆さんお気づきでしょうか。実はこの CB1000F ですね、セパレートハンドルなんです。すごくないCB1000F というとね普通のバーハンドルなんですけども、ストライカーさんはこのセパレートということで、はいスポーティーです。はい、それでは桜土浦インターを降ります。この間もつくば来たな。この間はですねつくばサーキットの方に全日本ロードレース選手権見に行ったんですよ。ここ最近私が休みの日何をやってるかというと、だいたいレース見てますね。ほんとバイクに乗らないでレース観戦ばっかしてる。レース観戦が夫婦の趣味でもあるので、いつの間にかだよねこんなにハマってるのは。全日本もそうなんだけど MotoGP も見てるし、あとはスーパーフォーミュラスーパー GT もたまに見てるしってなると毎週何かしらレースやってて忙しいね。バイク乗れよって実はストライカーさんからこの CB1000F をお借りしてしばらくした後にノーマルの CB1000F に乗れる機会が仕事であって、やったラッキーと思って、これで乗り比べすごいちゃんとできるわと思ってたんだけど、乗ろうと思った矢先保育園から電話がかかってきて、娘ちゃん熱が出てます、お迎えお願いしますって連絡が来て、乗れずエンジン音だけ楽しみ帰ってきましたまあね、4月から通い始めたばっかりだから、いろんな風をねもらってどんどん強くなっていってるところだからね、もうしょうがないんですけどずーっと病院行ってる4月中旬からずーっと病院行ってる私は。のどかだ。茨城県の霞ヶ浦に到着しております。はい、というわけで改めまして今回ストライカーさんからお借りしておりますホンダの CB1000F です。CB1000F というとねモーターサイクルショーの発表からすごく話題の車両となっておりまして、販売後もとても人気で、なかなかね手に届かないっていう声も聞いたことがあります。でそんな中のカスタム車両ということで、街中走ってて CB1000F を最近ねやっと見かけることが多くなってきたかなとは思うんですけど、カスタムされてる車両というよりはやっぱりノーマルの車両の方が多く見かけるので、ぜひねこの動画で CB1000F オーナーの方にも参考になったら嬉しいなと思います。じゃあ早速何がついてるのか、めちゃくちゃてんこ盛りなんですけどご紹介していきたいと思います。はい、まずはですね、皆さんすぐ気づくかな、こちらのエキゾーストマフラーでございます。はい、こちらのマフラーが車検対応 SC チタンフルエキゾーストマフラーとなっております。こちらですね、なんとチタンエキゾーストにブラックコーティングをしているということで、この車体自体もマットブラックのカラーリングになっているんですけど、それに合わせたマットのエキゾーストマフラー、今ねここが丸い深円のタイプになっているんですけれども、シュッととんがってるインターモデルというものもあるそうです。このね深円タイプだとやっぱこの CB らしいちょっとレトロ感があっていいですよね。いやでもなんかこのちょっと上がってる感じがとても良きかっこいい。
やっぱりまずカスタムでマフラーをね検討される方多いと思うんですけど、マフラーは音だけじゃなくって私自身のはやぶさもそうなんですが、めちゃくちゃ軽量化につながります。なんとねこちらのマフラーは純正のマフラーに比べて 50% も軽量化につながっているそうです。はい、とはいえ音が気になりますよね。聞いてみましょう。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。なかなかね音を伝えるって難しいんですけれども、いい音なんですよ。もともと CB1000F っていい音だと思うんですけど、さらにちょっとこうなんか低い重低音が楽しめるような音っていうか、走っててもすごく気持ちいい音です。そしてこちらのマフラー安心してください。車検対応でございます。いい音がするんだけど走り出しもそこまで気を使わなくてよかったから、私的にも嬉しかったです。続きましてはこちらです。ガードスライダーです。車体を傷つけたくないっていう方はね、スライダーをつける方多くいらっしゃると思うんですけれども、エンジンを守るっていうのはすごく大事な役目ですからね、あると安心ですよね。こちらは、カール無加工のボルトオン取り付けとなっております。でもしね転んじゃったりとかして傷がついた場合でもリペアパーツも販売しています。お次、ラジエーターコアガードです。私のはやぶさにもストライカーさんのラジエーターコアガードついているんですけども、このラジエーター部分のね破損だったり汚れを最小限に抑えてくれるのと、この CB に関してはめちゃくちゃ目立つところにあるのでカスタム感が出るのでいいですよね。はい、続きましてオイルフィラーキャップです。これ私もつけてます。やっぱこれつけてるとカスタム感が出ます。いろんなカラーがあるので自分の車体の色とか好きな色に合わせて、ドレスアップできる部品ですね。はい、続きましてこちらのステップキットとなっております。今こちらのステップキットは開発中の段階なのでまだ発売はされていないみたいなんですけども、ステップの位置も何段階かで調節ができるそうです。調節ができるステップってこういうとこにこう穴が開いてたりするんですけど、今穴が見えてない状態でなんか裏側の方で調節ができるようになっているみたいです。なのでなんかこう見た目もシュッとしていてかっこいいですよね。はい、そして存在感バリバリなこのギラギラのスイングアームでございます。車体がさやっぱ黒いからこそキラキラな部分が生えてます。はい、こちらがですね G ストライカースイングアームという商品ですね。で同じくこちらの G ストライカーリアキャリパーサポートとなっております。純正のキャリパーのまま2パーツのこういうブレンボとかのキャリパーに交換することができないんですよね。そのまま取り付けすることができないんで、このようにストライカーさんのキャリパーサポートをつけることによって、ブレンボとかにちょっとパワーアップできますよっていう感じで、普通であればこのキャリパーサポートって上向きについてるのであんまり目立たないんですけど、これは下向きについてるのでもう分かる人には分かる、おかっこいいってなるやつです。あとね今このスタンドフックついてるんですけど、これは純正のスイングアームには取り付けができないのでストライカーさんのスイングアームに交換するとこれが付けられますよということです。はい、そしてこちらの G ストライカーセパレートハンドルキット、はい、これがセパハンキットとアンダーブラケットのフルキットになってます。はい、これね実際にまたがってこうハンドルのとこを手かけてみると、やっぱりちょっと純正と違って前のめりだなって、こうまたがって発進すると一瞬あれ自分何のバイク乗ってんだっけって思うぐらいちょっとスポーティーさが増してます。セパハンにすると取り回しとかしづらいかなとか思ったんですけど、全然私は気にならなかったし、街中走ってて曲がったりする時も気持ちよく曲がれましたね。またがったらまずここが目に入るので、ここはピカピカしているとやっぱりかっこいいです。ただこのセパレートハンドにすると構造変更しないと公道は走っちゃダメなので、そこだけ注意です。は
はい、そしてフェンダーレスキットですね。これがあることでテール部分がシュッとしていて、はい、スポーティーさを増しております。これがね、アルミの削り出しになってるのがすごいかっこよくって高級感があってとってもいいです。はい、2時間ぐらいいました言い過ぎやろうって、のんびりしちゃうとダメなんだよな。一人だとねこうなっちゃうんだよね。それもソロのいいとこなんだけどね。ちょっとね、ここで撮影をするときにどうしても荷物があるとかっこよくならないなと思ってどうしようかなと思ったらですね、声かけてくださったね、黒ネット小大和の方がバイク乗りの方で、ちょっと荷物見てもらえませんかってお願いしちゃって助かったー。やったーございますさあ、というわけで随分とお昼を過ぎてしまったのでお昼スポットに向かいたいなとは思うんですけど、せっかくねストライカーさんの車両をお借りして走らせてもらってるんだし、このいい音を皆さんに共有したいと思って音をちょっと別撮りで撮ってみてるんですけど、どうですかね。マイクをペッてつけてるので、もしねこの YouTube 上でその音が使われてなかったらマイクがどっか飛んでったと思ってくださいそうそうしかし CB はいいバイクだな。本当に変な動きをしないし意のままに動いてくれるので、なんかこう乗るまでに意気込まなくても大丈夫というかなんだけどこのねストライカーさんのセパハンだったりマフラーが変わってたり、その他いっぱいね細かいとこ変わってるんですけど、そういうカスタムされてることによってちょっとなんかこうスパイスが足されたような感じなので、ただ乗ってふーって感じじゃなくてよしっていう気持ちにもなるから、私にはこのセパハンが合ってるかもしれないいい音でしょ。いい音なんだけどこう紳士さも感じられる音なのでね、バイク乗っててね、いい音だな気持ちいいって思うのって、多分バイクに乗っている本人か、バイク好きな方であれば、いや今のいい音だねってなったりするとは思うんですけど、一般の方からしたらきっとねただのうるさいものとしか見られていないからこそ、ちゃんとねこういう基準がクリアしたものを使わないとね、これだからバイクはとか言われちゃったら嫌ですからね。気持ちよすぎるでしょ最高。はい、それではお昼ご飯の場所に近づいてきております。ちょっとね情報があんまりなかったので駐車場が砂利じゃないかだけちょっと不安なんですけど、砂利だ、砂利だ。はい、ということでお昼はカレードリアです。限定メニューで運よく食べることができました、ね、ここ本当にめちゃくちゃ駐車場広くてですね、ちょっと砂利なんですけど、でも平坦だからね、頑張ればいけそう。こんなに広いからマスツーで来ても大丈夫そうです。いただきます。赤ちゃんがいてめっちゃ可愛い。可愛い声が。美味しいです。カレードリアってなんでこんな幸せなんだろう。なんかここ着いた時ほぼ満席ぐらいお客さんいっぱいいらっしゃってて、すごい地元の方に人気なんだと思います。店員さんがめっちゃ優しいです。ごちそうさまでした。お腹が非常にいっぱいです。なんか今日は自分のお決まりスポットに行って一息ついて美味しいご飯食べてっていうもうまったりコースでしたが、なんかでもそれでいいんだよこういうのがいいんだよって思わせてくれるようなね、このバイクいいね。この動画を見てね CB1000F オーナーの方何か欲しいなとか気になるなっていう車両があったら、ぜひストライカーさんのホームページ等に詳しく載ってますので、そちらをご覧いただければなと思います。 CB1000F にちょっとスパイスを足したい方
おすすめです。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。 Why when you're away do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?